はい、皆さんこんにちは、モノルです。今回はこちらのコントローラー、マチェニケの F1 をレビューしていきたいと思います。ただいま届いたばかりのこちらのコントローラー、なんと言っても注目ポイントはプレイステーション配置っていうことと、F1 っていう名前にもある通り遅延がすごく少ないということを売りにしているコントローラーで、ポーリングレートはもちろんその名に恥じない 8000Hz が出るっていうことですね。そんなこちらのコントローラー、じっくりと検証とレビューをしていきたいと思います。そしたら行ってみましょう。はい。で、今回もですね、モノルのウェブページの方ですね、マチェニケ F1 のスペック、いろんな詳細データとかですね、あとはスティックカウントカーブリニアカ設定とかですね、このあたりすべて載っているページの方を掲載しておきますので、とりあえず急ぎでね、今回の動画で紹介しているようなデータ類知りたいよという方はこちらもご覧ください。はい。で、こちらのマチェニケ F1 ですが、プレイステーション5にですね、ブルックウィング FGCVX を経由して接続することっていうのができます。よいしょ。はい。問題なく動作しますね。はい。例えばプレイステーション5版 Apex Legends とかを遊ぶのにね、非常にいいコントローラーかなと思います。はい。マチェニケ F1 ですね、早速開封していきたいんですが、まず外箱です。こんな感じの段ボールっていうね、技的マークが当然入ってませんので、こちら基本的には日本国内で使用することはできません。私も今回は実験の特例制度を出してですね、こちら使っていきたいと思っています。そしたらちょっと開封していきます。外箱の中にね、さらに箱が入ってましたね。これは輸送用の箱だったらしいですね。はい。こちらがちゃんとした箱みたいですね。めちゃめちゃ反射しますけど、マチェニケ F1 コントローラー、ゲーム Your Way ということでですね、かなりかっこいい箱になってますね。技的はやっぱりなさそう。そこが本当に残念でありますが、見ての通りこれ、はい、PS 配置になってます。箱のデザインはめちゃめちゃかっこいいんですけど、コントローラーのデザインはなんかもう一つかなっていう気がするんですけど、よいしょ。はい、スリーブみたいになっていて、かなりかっこいいですよ。はい。こんな袋がさらに入ってますね。で、なんと箱の中はこのバッグだけっていうね、すごいですね。今のところ相当高級感ありますけど、このね、銀色の部分も若干反射していてですね、光がかなりかっこいいですね。開けていきます。よいしょ。はい。中でバラバラになっている感じですね。はい。そこはちょっといまいちかな。なるほど。背面ボタンはあと1個どこだ？あった。これ、あれですよ。背面ボタンのこのデュアルセンス H のね、背面ボタンみたいなやつがついてるんですけど、これなんと金属製です。はい。金属製になってますね。かなりずっしりきて、かなり高級感ありますね。あとあれだ、マイクロスイッチがね、1個あるんですけど、もう1個のマイクロスイッチはここにありました。よかった。欠品はなさそうかな。こうはまってるはずなんですよね。怖いですね、なかなか。冊子類見ていきますけど、なんかこんなカードが入ってました。中国語で書かれていて何のことか私には分かりません。雷神加速器。なんかディスカウントコードっぽいですね。キーとか書いてあるんで99、なんか安くなるっぽいですけどわかんないです。はいね、マニュアル類ですね。パッと見た感じ全部中国語かな。前半部分ちゃんと英語ですね。英語と中国語のマニュアルが入ってます。で USB ケーブルです。布織りされた USB ケーブルになってます。かなり柔らかめな USB ケーブルに感じますね。マチェニケのロゴ入りでなかなか悪くはないですね。で USB ドングルはボタンがついてないタイプの、これ見えるかな、マチェニケっていうね文字が入った USB ドングルがついてました。さあ本体行ってみましょう。よいしょ。
はい、本体です。どうでしょう。やっぱプレイステーション配置のコントローラーってことで横幅がねやっぱ大きい感じがしますね。ちょっと白飛びしてるかな。このぐらいの色合いでどうでしょう。でグリップ部分がなんか蜂の巣のようなね模様が入ってます。持った感じね、デザインはやっぱりちょっと微妙なんですけど、あと白いんでねかなり汚れそうっていうのと、若干この十字キーのねプラスチックが安っぽく感じますね。すごく安っぽい感じの十字キーに見えます。フェイスボタンとかはいいですけどね。でまずですね、感じるのはすごくボタンの押し心地いいです。はい。スペックとしてはね、ショルダーボタンが2個ついていて、で背面ボタンが2個つくっていうね、そういう感じですね。なんで追加4ボタンですかね。そうですねっていう感じなんですけど、かなり良さそうですね。でこれが面白くてですね、このショルダーボタンにこうかぶせてあげるとこんな形で、はい、延長することができます。こっちが普通のショルダーボタンで、こっちが延長したショルダーボタンで、ここを押しても押せるっていう形ですね。こんな感じです。若干下側に行くんですね、右のトリガーよりも。こういう感じで押せて、こっちもこれで押せるっていう感じなんで、両方同時に押すとかもできますね。これはいいかもしんないな。これいいこのねショルダーボタンの延長パドルみたいなやつ相当いいかもしんないです。これこれ何がいいってですね、トリガーに指を置いたまま押せるんですよ。ということはここにアビリティを設定してあげると、トリガーを押しながらアビリティをこれだけで押せる、これだけでアビリティ出せるんですよね。APEX やってる人にしかわからん話ですけどね、これは熱いですね。今までもねそういう使い方ができるっていうんでショルダーボタン強いって言われてた時があったりはしたんですけど、私はこう RB をここをねアビリティにして押しながらキュッとやってアビリティ出したりしてたんですけど、これで出せるのは相当熱いですね。アビリティボタンここにしよっかな。それありだな。いやこれはなんで今までなかったんだろうっていう感じのこのね延長パドル、ショルダーの延長パドルいいっすね。この辺りにも六角形の蜂の巣のようなデザインが若干施されてます。ただなんかね、なんでかわからないですけど若干チープな感じはします。そこはね置いておいていいでしょう。で背面ボタンですね。先ほどお見せしました金属製の背面ボタン取り付けてみます。背面ボタンはここですね。よいしょ、ここかな、反対かな。棒になっている部分をそのままこの穴の中に押し込めばつくっていう感じの背面ボタンになってます。これもいいですね。これもね、このコントローラーはいいですねこの背面ボタンもめちゃめちゃいいです。これ相当いいですね。デュアルセンスエッジの背面ボタンを想像していただければほぼ近いかなっていう感じがしますね。はい、ほぼ同じような感覚で押せます。ちなみにですね、マイクロスイッチじゃないのがこことこことこの3つのボタンですね。あとはこの MLMR って書かれたここのボタンもマイクロスイッチです。十字キーもちろんマイクロスイッチで、フェイスボタンマイクロスイッチです。 LBRB マイクロスイッチで、背面ボタンももちろんマイクロスイッチです。すごくマイクロスイッチがふんだんに使われてます。で、ここがね銀色に光ってますけど、これもちろんスティックのテンション調整ですね。結構動きづらくてですね、これおそらく使用している途中では動いたりしないんじゃないですかね。最初これを回して設定するときはちょっとこう大変なんですけど、動きづらそうなんでかなり良さそうです。硬くなるな。ちょっと後でテンションを測ってみたいと思うんですけど、一旦そうだな、トリガーでも見ますか。一番深いモードにするとこのぐらいのストロークですね。これボタンしかないみたいでですね、そのボタンの深さが設定できるって形になってます。中くらいにしてみます。このぐらいです。
ほとんど変わりないです。私にはほとんど変わったことがわからないぐらいの違いですね。一番浅くするとこうです。これは確かにかなり浅くなった感覚があります。これだとちょっと誤爆してしまうよという方がね、こう中間だったり深くしてみたりしてね、ちょっとパッと触ったぐらいじゃ押せないようにするっていう目的のね、トリガーストップというかトリガー、ボタンのストローク調整機能みたいな感じですかね。なんでこれアナログトリガーがないコントローラーになりますね。その辺割り切ってるコントローラーってことですかね。いや今のところすごく感触いいですね。でこのねマイクロスイッチボタンなんですけど、フロントパネル外れるのかなこれ。外れるわ。開けづらいですね。開いた。よいしょ。はい。分解ツールがないとちょっと開けれなさそうですが、すごいですね。フェイスボタンもパカッと外れてきて、ここもスイッチですね。この辺り全て同じオプティカルマイクロスイッチが使われていてですね、このオプティカルマイクロスイッチを交換ができるっていうことになってますね。こんな感じで、オプティカルマイクロスイッチがあるんで、これをこんな感じで取り外してですね、で交換ができるっていうことですね。よっぽど使い込まないとこのオプティカルマイクロスイッチが壊れるってことは多分ないとは思うんですけど、なんか好みの押し感のねマイクロスイッチに変えたりすることもできるんじゃないかなと、そういう気がしますね。これはまたすごいですね。十字キーこんな感じの裏面になってますね。でシンプルにマイクロスイッチがここに置かれてるっていう感じで、ちょっとね格ゲーに向いてるかどうか怪しそうな触り心地ではあったんで、そのあたりどうかが気になるところですけど、このシンプルな作りで格ゲーに使えたらね、めちゃくちゃこだわって作ってる、ベーダ5 Pro とかねすごいこだわった作りしてますけど、その辺がちょっと悲しくなっちゃうかなって気がするんですけど、そうですね、そしたらちょっと詳しく見ていくとですね、よいしょ、スティックの直径は17.3 ミリっていうことでですね、これはおそらくプレイステーションサイズのフリックがつくサイズじゃないかなと思います。試しに私が普段使ってるフレンジのねプレステサイズのフリックをつけてみると、若干緩めではありますがちゃんとつきますね。で、スティックの重さ測ります。今これですね一番柔らかくしてます。 40g フォースぐらいですね。ちなみにデフォルトの重さが左スティックで測ると 60g フォースぐらいっていうことで、割と標準的な重さにね最初からなってるみたいです。一番重くすると、ほぼほぼ 100g フォースぐらいあります。なんで40から 100g フォースの間で調整が可能っていうことですね。ちょっとねメモリがこれついてないんで、どのぐらい回せばいいのかっていうのがよくわかんないですけど、ですね、一番柔らかくした状態からですね、4分の1回転します。4分の1回転ですね。そしたら、だいたいですね、60g フォースぐらいになります。なんで私は一番柔らかいとこから4分の1回転ぐらいさせたところで使おうかなと思います。そしたらこれちょっとね、設定とかファームウェアあたりとかを見ていきたいと思います。マチニケのウェブサイトからですね、ミックスドライバーっていうソフトウェアをダウンロードしてきて、インストールするとこんな感じで、ソフトウェアが立ち上がります。セッティングで言語は英語か中国語だけですね。で、ミックスドライバー 2.0.1.11 ということで、これは最新版ですね。やっぱりここからファームウェアアップデートをするみたいですね。セッティングのファームウェアから 1.40 から更新っていうのはないみたいなので、こちらがね最新バージョンということになってるみたいですね。これの設定はエンターセッティングか。できました。M1 が左の背面ボタンですね。左の背面ボタンを設定したいんですが、キーボードのキーとかも設定できますが、この辺のねグレーアウトしてるキーは設定ができないっぽいですね。マウス、はスクロールとかができないですね。じゃあいつもの設定なんで X かな。で M2 が右の背面ボタン、これが A で M3 がおそらくこれが左のショルダーボタンですね。 Y M4 が一応今のとこは上にしとこうかな。
ML、MR っていうのがこのね、ここのボタンになりますね。今はビューとメニューボタンなんで、これが普通にそのまま同じボタンとして設定されてる感じです。まあ一旦これでいいかなって気がするんで、これでいきたいと思います。このね、ビューとメニューのボタンもね、変えることがこんな風にできるようになってるんで、結構その辺の自由度は高めですかね。で、今のところ連写機能とかは見当たらないですが、マクロがあるんですね。で、ターボっていうのがあるんで、これで今見えてるこのボタン類に関してはターボを設定できて、12Hz までは 1Hz 刻み、14、17、20、25、33っていうね、そんな感じの連写速度の設定ができるみたいです。ちょっとね、スティックの方も見たいんですが、これは何なんだろう。デッドゾーンが切れてる感じがしないな。なんでだろう。これのせい？10、40。これのせいだ。10の40っていうのを100の0。これが普通のデッドゾーンですね。はい。これアンチデッドゾーンに見えるな。そうですね。これアンチデッドゾーンがなぜか最初15入ってます。このあたりね、これおそらくスティック遅延の計測を騙すためにやってるんじゃないかって話ありましたけどね。それ本当にそうな気がするな。デフォルト設定明らかにおかしいですね。00で0100。これがね、普通の設定ですね。フルにスティックの能力生かした設定というかですね、そんな感じがします。で、カーブセレクションがあって、外形切り替えは、これがあれですね、外側の形が四角形になったりするやつですか。まあ25ぐらい一旦入れてみますか。ね、ちょっとゲームパッドテスターみたいですね。ターンレート、これがポーリングレートなんですかね。デフォルトが何本になるのかわからないですが、で、解像度、デフォルトから12ビットまで選べますということで、残念ながらカスタムカーブのね、数値が出てこないので、このね、メモリを読みながら、1、2、3、4とかね、やっていかなきゃいけないんで、結構これは厳しいですね。できればデフォルトリニアであってほしいな。で、モーター、振動ですね。振動の強さを決めれるってことで、一旦デフォルトでいいです。マクロが設定できます。マクロの設定は何ステップまでですかね。はい、ここまでできましたね。40ステップまでのマクロが設定できるっていう感じですね。はい。ゲームパッドテスターに来てみましたが、めっちゃ震えてんな。で、デフォルトかなり細かい設定っぽいですね。ステップ精度は。ポーリングレートもおそらく高いんじゃないかと思うんですが、25って入れたやつで 8.6%。これはめっちゃ順行に近いです、これ。なんでやっぱ25っていうね、設定が純正コントローラーですね、デュアルセンスとかにかなり近い設定になるっていうことですね。はい、めちゃめちゃ近いです、これ。今のところすごくいいな。これは相当いいかもしれない。デフォルトでいいか。いやちょっとね、何設定してるかがわかんないので、スティックの方のね、これデフォルトってやつは 8000Hz の12ビットとかにしますか、一旦ね。はい。これでちょっと一旦射撃訓練場の方行って、テストしてみたいと思います。はい、射撃訓練場に来ました。パッと触ってみた感じどうでしょう。キャリブレーションもしたんですけど、ちょっと右下にドリフトがあるかなって感じですね。若干気になるかなぐらいの感じですけど、パッと触った感じ、ちょっと感度は低めなのかな。ちょっと打ってみたいと思います。アップグレードを選んだよ。友達がない人にたくさんこうなってもらえるといいな。はい、ちょっとパッと打ってみた感じですね。結構当てやすいは当てやすいんですけど、やっぱり感度ちょっと低めな感じっていうのはありますね。中立付近っていうよりか、ちょっと倒したところら辺が感度低いっていう、そんな感じがします。この辺の距離ですね。この辺の距離なんで、1割、2割ぐらい倒したところら辺が若干感度低いかな。
このぐらいの近距離しっかり倒すところはそこまで感度低い感じしないんですけどね。まあ、なんか曲線状になっているのは間違いなさそうですね。でもだいぶリニアには近そうですけどね。あって 20% ぐらいなのかな。まあ、3、40% 低感度とかね、そんなスティックではなさそうですけど、ちょっと低感度差感じます。まあこれね、カスタムカウントカーブのね、ポイントの座標が出ないんで、できればリニアであと欲しかったんですけど、ちょっとね、これは、他の部分は良さそうなだけにですね、スティックちょっと残念かもしれないですね。ちょっと不安になってきました。そしたらちょっとこのスティックの感度をね、計測していきたいと思います。はい。で、マチェニケ F1 のスティック感度カーブの方を計測してきました。で、今回3種類のグラフを計測しています。外形形状っていうね、設定項目がスティックのところにあるんですが、そちらを0に設定したとき、25に設定したときっていう2つとですね、あとはリニア化設定を入れたものっていうね、この3つを計測しています。ちょっとね、このグラフだとよくわからないので、リニアとの誤差っていうところを見ていくとこんな感じでした。まず気づくところとしてはあれですね、左右の感度差若干あるかなというところです。右側が7ミリ弱ぐらい倒れているのに対してですね、左側6ミリ弱ぐらいしか倒れてないですね。原因はまあこのコントローラー本体を見ればわかるんですけど、今ちょうど真上から映してるぐらいの感じなんですけどね、若干スティックが左側にずれてるっていうのが分かりますね。なんでこのスティックのね、ずれっていうのが、この結果に反映されているということですね。なんで私の個体については右側が若干低感度気味になって左側がちょっと感度が高くなるっていう感じですね。でデフォルトがグレーのグラフなんですが、若干こう中立浮きの反応が良くなっているっていうのがね、特徴的かなと思います。全体的には緩やかなカーブを描いているっていうところですね。ただ感度の低いところを見ても 10%、15% ぐらいっていうところなので、結構デフォルトでも使っていけるんじゃないかなっていうね、そんなスティックになってました。で外形形状25に設定するとですね、そのまま 10% ほど上にこう上がるような感じですね。感度はアウターデッドゾーンが 10% ほど入っているっていう、そういうイメージのグラフになってます。で外形形状を0にした時の可動域も若干順根には足りてないんですよね。でこれを25にするとさらに可動域狭くなっちゃってですね、ちょっとね感度高くなりすぎるっていう印象がありました。なので、順根に近い深淵度っていうのは一旦諦めてですね、外形形状0っていう設定で、リニア化設定っていうのを作ってきました。そのグラフがこの緑色のグラフになってます。若干曲線が見られるところっていうのは多くは出ちゃっているんですけど、アウターシェイプ25のいいところを取りつつですね、0のいいところもこう先の方はしっかり取れているっていうところでですね、非常にバランスのいい設定ができたかなと思います。はい。でリニア化設定やってですね、かつステップ精度の方を12ビットから8ビットに変えてみました。これでちょっと打ってみたいと思います。はい。だいぶね、マシにはなったかなっていう感じはしますけど、やっぱりこう、可動域が狭いコントローラーっていうことと、あとカスタムカーブのね、調整ポイントが2個しかなくて、しかも座標が出てこないってところでね、ちょっとね、このスティックはリニア化してもあんまり良くはなりきらないかなって思いますね。ちょっと感度が、左右感度差も大きいので、ちょっとね完璧ではないですけど、これでゲームプレイの方をねやっていきたいと思います。そしたら、ゲームプレイの前にちょっと遅延の計測結果だけ見ていただきたいと思います。はい。で、マチェニケ F1 の PC 接続時の遅延をですね、いつも通りプロメテウス82っていう方法で計測してきました。その結果をゲームパッド LA さんの方で見ていきたいと思います。
まず有線ケーブル接続から見ていきたいと思うんですけど、まあ驚きの優秀さですね。平均 1.32 がスティックですね。でボタンが平均 1.17 ミリセカンドっていうことで、これは本当に優秀だったと思います。最大でも 1.9 ですから、これってもしかするとですね、その他の遅延も考えても 240fps とかでね動いてるゲームで1フレーム遅れないぐらいの遅延にできるんじゃないかなっていうね、そのぐらいの速さですね。ものすごく優秀でした。さすが F1 っていうね、名前だけあるなって思いました。これは相当頑張ってこう中身のね作り込みをされたんじゃないかなと、そんな風に思うような結果ですね。で、これ無線ドングルもめちゃめちゃ速いですね。平均 2.01 と平均 1.83 っていうことですね。最大がスティックの方で平均 3.11 っていうことで、こちらはね、若干有線ケーブルと比べても多めで、1ミリセカンドぐらいの差はあるかなっていうところなんですけど、これでもね全く問題なく使えると思います。なのでこちらのコントローラーもね、最近本当に連発してるかなっていう印象があるんですけど、無線でもフルに使っていけるコントローラーということですね。随ケーボトップ、ベーダー5 Pro、グリキッドの TT-MAX、そしてマチニケ F1 っていうことですね。オンラインの対人戦ゲームでも全く問題なく無線で使えると思います。有線接続でスイッチモードにした時の遅延というのは大きかったですが、実際のスイッチ1への接続時の遅延というのはね、ちょっとこの後見ていきたいと思います。はい、でマチニケ F1 もですね、ブルックウィングワン FGCVX を使ったらですね、PlayStation 5につなげて使うことができるようになります。そこでですね、FGCVX 経由の遅延っていうのも計測してきたんですが、これもまた非常に優秀でした。 PC 接続時と同様に優秀なコントローラーということでですね、デュアルセンスエッジを PlayStation 5に直接接続した時と変わらない遅延というのが有線と 2.4GHz の無線ドングル両方で得られました。スティックの遅延も速いっていうことなので、間違いなくですねボタンとスティック両方ともデュアルセンスエッジに劣らない、そんな遅延のコントローラーになっているかなと思います。はい、でスイッチ1に接続した時の遅延も計測してきました。こちらはですねスイッチプロコの無線接続と比較してですね、100回検証した時の平均フレーム差っていうのを出しています。今まで PC とですね FGCVX っていうね、2つは本当に優秀だったんですが、残念ながらスイッチ接続はどうもこのコントローラー弱点みたいですね。有線接続でも平均 0.46 フレーム差、無線接続では 0.62 フレーム差っていうことで、割と1フレーム遅れるっていうことが頻繁に見られたコントローラーでした。ちょっとこういうところもあってスイッチ用途には向かない、そんなコントローラーになっているかなと思います。はい、そんなわけで R5 の方からゲームプレイをやってきました。8ビットですねでリニア化設定っていうのを入れた状態なんですが、基本的に R5 は感度が高めの方がね戦績は良くなりがちっていうところでですね、可動範囲狭いそういうスティックを持っているこのマチェニケ F1 かなり強く戦っていくことができました。ワンマガシーンをね、いつも通り抜粋はしているんですが、勝率の方もかなり高かったような印象があります。やっぱり 8K でねめちゃくちゃ遅延が少ないっていう、そういうコントローラーであるということも相まってですね、非常に良かったっていうね、そんな印象がありました。どうしてもですね、遠距離の方はね難しくなりがちかなっていうのと、腰打ちがね難しくなるかなって思ってですね、腰打ちもちょっと重点的に試したりもしてみたんですが、そういったところもね非常に当て感良くてですね、かなりバランスよく戦っていける、そんなコントローラーだったなっていう風な印象がありましたね。相当強いっていうのはね間違いないかなと思います。はい、続いて Apex のランクダイヤ4ですね。シーズン中盤らへんということで、敵も結構強いっていう中でですね、マチェニケ F1 も試してみました。こちらもね結構強く戦っていける印象がありました。全然ですね、スティック感度カーブ自体はね本当のリニアでもないですし、結構リニア化してもですねうまくリニア化しきれないっていうところで、やっぱり癖っていうのはどうしてもあるかなっていうのはね、あるんですけど、ねG7 とかもね当て感こんな感じでかなり良かったですし、ネメシスも良くて、でもちろんね近距離のナイナイとかあたりもかなり強く戦っていけたので、相当強いかなっていうふうに思いました。
まあ完璧なねリニアなコントローラーと比べてどうかとかね、まあ例えば当て感高い、ブリッツ2のアルプスとか、あとはまあもちろんファイアバードとかと比べたらですね、なかなかこれ勝ってるとは言い切れないかなっていうところはあるんですけどね、十分に使っていけるぐらいかなっていう、そんぐらいの印象ですかね。まあやっぱりね、マチニケがこのスティックモジュールを使っている限り、完璧なスティックっていうのはね、なかなか実現できないんじゃないかなと、そんな風には思ってしまうところですね。せっかくねスティックの軸のところにね金属製のリングが巻いてあるのにですね、実はそこが、可動域を制限してなくて、フロントパネルに全くスティック当たってないんですよねスティックモジュールの方に縁があって、そっち側に当たってね、可動域制限されちゃうっていうことで、本当にねこれもったいないなっていうふうには思ってしまうところです。まあね、そのあたりですね、チニケのコントローラーっていうのはね、今後もこれを使い続けるのかなっていうところはちょっとね非常に気になるところではありますね。もう本当にね、これだけの、8K でね、非常に遅延も少ないというコントローラーでありながら、スティックモジュールのところで若干損してるんじゃないかなっていうね、そんな気がする、そういうコントローラーにはなってしまっているっていうのは事実ではあるかなと思います。そんな中でランクの方はですね、ダイヤ4でももうこんな感じでね、結構、エリアもしっかりコントロールできた試合でですね、この試合はねかなり良かった試合だったかなと思います。仲間の人も非常に強くてですね、自分自身もしっかり活躍できてっていうところで非常に満足いくチャンピオンっていうのがね、ダイヤ帯でシーズン前半から中盤にかけては結構ランク回してね、練習がてら一生懸命やってたんですけど、久しぶりにいいチャンピオンが取れたっていうねそんなマッチでしたね。そういうのもあってマチニケ F1 結構個人的には結構強いんじゃねって思ってたりはするんですけど、じゃあ完全に自信持って近距離をガンガン戦っていける、こうどんどんね戦闘仕掛けていけるっていう、そういう感じであったかと言われるとそこまでではないかなみたいなね、こういう微妙なコントロールっていうのがやっぱり難しさっていうのは若干あってですね、本当に頭出しをしっかりゲームしていくっていうところの難しさとかですね、そういうちょっと敏感さみたいなところを感じる時も結構あったかなっていうところで、なかなか難しいスティックっていうかねコントローラーだったなと、評価しづらいかなっていう感じがしました。はい、そんなわけで続いてコールオブデューティーブラックオプス7の方もやってきました。こちらもですね、エイムのね、パッとエイムを合わせる最初のねエイム合わせのところっていうのは強くて非常に良かったんですけど、エイムを合わせた後のね追いエイムになるところですかね、敵をね、敵の移動に対してエイムを合わせていくところっていうのが難しかった、そんな印象がありました。これはね曲線上の感度になっているっていうところがね、このシーンとかまさにそうですけど、やっぱりそこでですねうまく自分の思った通りのエイムっていうのができてないのかなと、そんな気がします。Apex よりも Call of Duty の方がその感じっていうのは顕著に出てたかなと思いますね。これはねなかなか不思議なところなんですけど、最近のねブラックオプス7になってからのエイムアシストの弱体化っていうところもかなり効いてるのかなっていうね、そんな気はするところでしたね。なかなかね、パッと合わせてあまり動かさずにこうやってねエイムするっていう時は非常に当て感良かったんですけど、追っていくっていうのがなんか難しい、そんな印象が強くあった、そういうコントローラーでした。なんかね追いすぎてアシストが抜けるとか、逆に追わなさすぎて追いつかないっていうね、そういうことが若干見られた、そんな印象でした。なんでね総合的にね考えてみると、やっぱりこのスティックっていうのはそこまでいいものではないんじゃないかなというのが正直な感想にはなってくるかなと思います。これだけの低遅延でね素晴らしいコントローラーなんですけど、スティックっていうところは本当に残念なね気がしてならないですね。
めちゃくちゃいいだけにね、本当にもったいないな、そんな風に感じてしまったっていうのがかなり正直なところです。コールオブデューティーの方でね、より強くそういったところを感じるっていうのは結構珍しいかなと思いますね。大体 APEX で私気づくことは多いんですけどね、こんな感じでね、なんかもう一歩なんですよね。これはね不思議なところなんですけど、感度的にAPEX やってる限りはかなりいい感度にはなってるとは思うんで、リニア化自体の効果っていうのもね比較的高い、そんな気はするんですけど、元が曲線上で可動域が狭いっていうところは完全に消しきれてなくてね、左右感度誤差もかなり大きいっていうところでですね、それが思った通りのエイムにならない原因になってるんじゃないかなというふうに思います。このマチニケにしろですね、もうサードパーティー線コントローラーみんなね、JS13 Pro とか DS13 Max みたいなですね、リニア TMR スティックモジュールをぜひ搭載していただきたいと本当に強くそう思った、そんなコントローラーにもなってしまったかなというような感想でした。もちろんこれは私にね合わなかったっていうだけでですね、このコントローラーがすごく強く使えますという方ももちろんいらっしゃると思います。もしね私と好みよく似ていてリニアなものがね結構合うと感じている方にとってはですね合わないかもしれないですと、そういう感じのコントローラーだったかなと思います。はい、そしたらストリートファイター6やっていきたいと思います。はい、一通りコンボ練習やってきたんですが、この十字キー意外といいですね。全然良かったです。こんなにシンプルな構造でこんなによくできるんだなっていう風にちょっと驚かさせられました。ただですね、結構普段メンブレンとかで慣れてる方にとってはちょっと慣れるのが必要にはなってくるかなっていうところはあります。マイクロスイッチボタンがほぼそのままの構造になっているので、ものすごくストローク短いです。もうほとんどストロークないって言っていいような感じの十字キーになってますね。これは今までにあんまりこの感じっていうのはなかったんじゃないかなっていう、そんな触り心地してます。全く斜め抜けしないんですよね。本当に力を抜いて軽くやって、これでようやく斜め抜けするかっていうぐらいのね、ものすごく斜め抜けしづらい十字キーにはなっていてですね、本当にこれいい十字キーだなと思います。逆にあまりにも軽く入ってしまうので、斜め上誤爆っていうのはちょっとしやすいかなっていうのは昇竜拳をね入れてる時にちょっと思いました。こんな感じでね、斜め上まで入っちゃうっていうことで、それがね、気になるっていう方はもしかしたらいるかもしれないんですけど、マイクロスイッチを使っているコントローラーとしては一番格ゲー向きなんじゃないかなと、そんな風に思うぐらいのクオリティの高さを感じました。はい、こんな感じでね簡単にコンボが入ってしまいます。ものすごく格ゲーにもおすすめでした。はい、そしたらマチニケの F1 ですね。こちら分解の方をやっていきたいと思います。まずはこのマイクロスイッチのボタンの交換の時にも見せた通りですね、フロントパネル外していきますね。これが意外と手では分解できないですね。かなり硬いので、ちょっとした分解のツールなんかを使ってあげるといいですね。よいしょ。はい。よいしょ。はい、ここまで分解できたら一応このフェイスボタンのところのこれちょっとね外しておいてあげた方がいいですね。よいしょ。
シリコンキャップみたいになっているところをまとめて、こんな感じですね。これだけのフェイスボタンのちょっとシリコンキャップ部分を外しておきます。はい、そしたらフロントパネルにいっぱいネジが見えます。はい、この9個のネジを外していきます。はい、ネジが外し終わったらこれで、ここのパネルですね、中間のパネルになっているところが全部外れてきます。よいしょ。あとここにこのね爪を外す感じでやってあげれば簡単に外れますね。で、ホームボタンの LED 光らせるためのリボンケーブルがついているのでこれを外してあげますね。はい、ここのリボンケーブルのところはね、上にこうやってフラップがこうパカッと開いて、それでロックが解除されて抜けてくるっていう感じですね。これでスティック部分はねだいぶ全部見えてるんですけど、あと振動モーターはハンダ付けされている感じなので、振動モーター除去したいっていう方は線をそのままスパッとハサミで切っちゃうとかね、そんな感じでいいのかなっていう気がします。でスティックなんですけど、こういう風にくるくる回るようになっててですね、これがよいしょ、ちょっとね全部外したらギュッと上に持ち上げてやるとこんな感じでスティックのキャップごと外れてきます。はい、で中身これマチェニケのね、以前のコントローラー、名前何でしたっけ。そうですね、マチェニケ G5 Pro とかでも使われてたですね、こういう交換可能なスティックモジュールタイプのね、ものっていうのが使われてます。なんて名前でしたっけね、 JT10 なんとかとかね、そんな感じの名前だった気がするんですけど、それを改造したというか、それを使ったスティックテンションが調整可能なタイプっていうのになってますね。スティックテンションはどうやって調整してんのかな、これを持ち上げるんか。ああそうだ、このねリング状になっているところを全体的にこう持ち上げるとバネにプリロードがかかってですね、でスティックがそうですね重くなると、そういう仕組みみたいです。なのでこの基板を支えにしてですね、ネジをぐるぐる回すとこのリングが徐々に上にせり上がってきてですね、でスティックテンションが重くなるっていう仕組みですね。なかなかよく考えられた仕組みな気がします。スティック自体はね、このスティックモジュールね、マチェニケ G5 Pro V2 でも使われてたものなので、可動域が狭くなってですね、全体的に感度が高くなるっていうのはやっぱりその頃からは変わってないですね。このスティックモジュールはね、どうしてもそういう風になってしまうっていうのがね、ここのね縁で、可動域制限しちゃうので、これが通常のスティックモジュールよりもちょっと可動域狭くなりがちっていうところがあるんですよね。スティックの高さをね、もうちょっと高くしてあげるとかですね、そういったことをしてくれればおそらく大丈夫なんですけど、この製品についてもスティックの感度は可動域が狭かったっていうところですね。で、基板を外していきたいんですが、まずネジ類ですね。10個ぐらいはネジ多分外さなきゃ外れてこないと思います。ちょっとネジ外していきます。はい、で実際に外さなきゃいけなかったところっていうのはですね、ここの1箇所2箇所ですね。で、ここの3箇所、ここで4箇所ですね。同じように反対側も5箇所と、6箇所ですかね。この6箇所だけを外せばですね、外れてきそうです。この上についているですね、ビューメニューとかホームボタンの基板のところだけはこの状態で上に外れてきます。その時に、コネクターがあるので、それをね破損したり折り曲げないようにですね、まっすぐ上に持ち上げてきてあげる必要があります。はい、こんなパーツです。ここにねピンがあるので、こいつを外してあげて、そうすると隠れてるネジが2箇所見えてくるので、これを外してあげます。はい、これで基板がごっそりと上がってくるはずですね。ショルダーボタンを下に押し込んでやると外れてきそう。これ硬、なんでこっち硬いんやろ。はいはい。
やっと外れてきました。ショルダーボタンがね、どうしてもうまく避けれないんで、ここまで外すの結構大変でした。これでなんとかでも外れてきましたね。はあ、なるほど。ここの L 字のパーツ、これが全部一体になってます。これがもうまとめてこうやって動いていて、で、このスライダーがどこで押さえるかによってですね、このトリガーの押し感が変わるっていうことですね。あまり押さえないのが一番上になっていてですね、あんまり押さえないとすぐにマイクロスイッチが反応するようになっていて、強く押さえるっていう風になるとですね、一番スライダーが下の位置になると、もう手前の方からこう押さえが効くんで、これがなかなかスイッチが押されないんで、ストロークが長くなるような感じになるということですね。これプラスチックのパーツだけで実現してるんですね。意外とバネとかなんかもっと複雑な構造なのかと思ったら、シンプルでいて、なかなかいい機構ですね。誤爆しづらいようにですね、あえて長く取るっていう方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。基本的にはほとんどマイクロスイッチで、フェイスボタンと十字キーは分解する前からね、最初から見えてたものなんですが、LB、RB のとこは何ですかね、これ。LB、RB がこの左右についてるんですけど、この辺りとかと、ショルダーボタンとかですね、ここですね、この部分、ここについてます。これはカイル製のマイクロスイッチが使われてました。この内側はね、ちょっとよく見えないんですけど、おそらくカイル製じゃないかな。で、バックボタン、そうなんだ。で、背面ボタンもしっかりと光学製マイクロスイッチですね。背面ボタンのスイッチも取り外しができるようになっているんで、交換できるみたいです。すごいですね。なかなかこれはいいコントローラーな気がします。こっからですね、ようやくこの X ボタンと Y ボタン使ったり、スティックの高さを測ったりしてですね、感度カーブを計測したりとか、あとはスイッチの遅延の計測、FGCVX 経由で接続した時の PlayStation 5の遅延の計測とかがね、できるっていう感じですね。そしたらね、そのあたりやっていきたいと思います。はい、以上ですね。マチェニケの F1 コントローラーをレビューしてきましたが、いかがだったでしょうか。ものすごくマイクロスイッチが多用されていてですね、すごく手触り良くて、で、ここのね、ショルダーボタンのこれですね、左側ちょっと外しちゃってますけど、このね、パドルとかもすごく使い勝手良かったような印象がありました。全体的に、格ゲーにも向いてる十字キーで、しかもやっぱ遅延がすごく速くて、本当に素晴らしいコントローラーなんですけど、スティックがね、なぜこのスティックモジュールを使っているのかっていうところだけが本当にもったいないなと思います。そのおかげで私はね、 FPS ゲームにはちょっとおすすめできないコントローラーっていう風に感じました。またね、ちょっとこのグリップが結構太いっていうところがあってですね、手が小さい方にはあまり向かないかなっていうところですね。手が大きい方向きのコントローラーっていうところがあったかなと思います。ちょっとね、価格がこちら私アリエクスプレスで21,000円ぐらいでね購入してるんですけど、それにしてはね、背面にボタンだけっていうのはね、ちょっと今のね時代、ちょっとこの構成っていうのは古さを感じるかなっていうところはありましたね。できれば背面4ボタンぐらいのね、ものがね、機能的に欲しいかなっていう価格にはなっちゃってるかなと思います。その代わり光学マイクロスイッチが対応されているというところだとは思うんですけどね。ちょっとね、もう今出すならスティックモジュールはね、やっぱ JS13 Pro とかね DS13 Max あたりを最低でも搭載してほしいなと。ハイエンドっていう風に位置づけるならそれぐらいはね、もう当たり前に今後なってくるんじゃないかなっていう風に思ってたりはするので、もしくはね、静電容量方式のねスティックとかですね、ちょっとねそのあたり、中身はねすごく良かったので、スティックモジュールさえ良ければ本当にいいコントローラーになったのになっていうところですね。がっつりFPS ゲームをやってる方は多分満足はできないコントローラーなんだろうなと、そんな風に感じました。はい。で、今回ご紹介したマチェニケ F1 の詳細なスペックとかスティック感度カーブリニア化設定は最新のものをですね、このモノルのページの方に更新していきたいと思いますので、
またねファームウェアアップデートがあったよとかそういったこともね、教えていただければこちらの方更新していきたいと思います。また口コミを書き込むことっていうのもできますので、ぜひねお持ちのコントローラーの口コミっていうのをですねこちらのモノルの方に寄せていただけたら嬉しいです。最近も非常に役立つ口コミっていうのをですねたくさん投稿いただいて本当にありがとうございます。今94件ということで、もうあと一歩で100件ということなので、ぜひこの口コミっていうのを書いてくださったら嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい、今回の動画が参考になったと思ったら高評価とチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。以上、モノルでした。今回もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。